こんにちは。今日は Z 世代のメッセージのスタイルっていうことについてお話ししようと思います。少し前のエピソードで、おじさん構文とか、おじさんのメッセージの仕方っていうことについてお話ししたんですけど、今回は逆ですね。Z 世代のメッセージの方法なんですけど、その言葉については、おじさん構文っていう言葉はあるんですけど、Z 世代構文っていう言葉はないんですね。なんで普通にその Z 世代のメッセージのスタイルっていう感じなんですけど、僕も実は Z 世代らしいんですよね。このポッドキャストを収録する前に少し Google で調べてて、Z 世代はどんな人かを調べてて、僕も Z 世代だったんですよ。でも僕は自分が Z 世代だってあんまり、思ってなくて、っていうのもあんまり僕スマホとか使わないんですよね。そのスマホを見て、その理由がないのにスマホを見てるとなんか頭が疲れちゃうような感じがするのであんまり見ないんですよ。特に最近はその X とか、インスタ、TikTok、自分が見たいものだけじゃなくて見る必要がないものもうたくさん見なきゃいけないじゃないですか。最近僕半年ぶり6ヶ月ぶりに X を開いたんですね。そのアプリはあったんですけど、全然興味がなくて開いてなかったんですよ。で最近なんとなく X 開いてみたら、そのおすすめのタブみたいなところにその水着の女性ばっかり出てきたんですよね。半年間全くアプリ開くこともなかったのに、半年ぶりに開いたら本当になんか水着の女の人ばっかりだったんですよ。で、多分理由はその X のアルゴリズムが、僕と同じぐらいの、年齢の男の人がそういうポストをいっぱい見てるから、多分僕も、そういうポストが好きだと思って X はそういう、水着の女性のポストを見せてきたと思うんですけど、僕は興味がないんですよ。その興味が全くないっていうわけじゃないですけど、でもその水着を着てる知らない人とか別に見る必要ないし、うーん、興味ないんですよね。どうでもいいんですけど、なんか X とか、多分インスタも僕が全然見てなかったら、そういう僕と同じぐらいの、年齢の男の人が見てるポストが、アルゴリズムでいろいろ表示されると思うんですよね。で、そんな感じで僕は X とかそういう SNS をあんまり見たくないんですね。アプリを開きたくないんですよ。なんか見たくないものを見なきゃいけない感じが好きじゃないので。つまり僕 Z 世代ですけど、あんまり Z 世代っぽくないと思うんですよ。なので、その Z 世代のメッセージの方法とか、少し調べてみたんですね。Z 世代がよく使う言葉とか、逆に Z 世代が全然使わない言葉とか、いろいろ調べたんですけど、ちょっとびっくりしたことがあって、その調べた内容が、僕が、メッセージするときに、自然に使う言葉とか、自然に使わない言葉が Z 世代の言葉だったんですよ。なので結局僕は Z 世代だったっていうことなんですけど、今日はね、そんなその Z 世代の、メッセージのスタイルっていうことについてお話ししていこうと思います。まず一つ目は、仲良くなればなるほどメッセージが短くなるっていうことですね。これは多分他の言語でも同じような感じだと思うんですね。わからないですけど、日本語では、仲良くなればなるほど、メッセージが短くなる。で、特に Z 世代の人はそういうことが起こりやすいっていうことですね。っていうのも仲が良くなればなるほど、言わなくても分かることが増えていくと思うんですよね。なんで長いメッセージは必要じゃないんですよ。例えば僕が友達とメッセージするときにありがとうって時々使わないんですよね。そのありがとうの代わりに、あだけ送るんですよ。で、このあが、ありがとうの意味なんですね。なので、できるだけ簡単にメッセージ、できるだけ簡単にありがとうって言いたいときは、だけ送るんですよ。他にも、その OK っていう、カタカナで OK って送りたいときも、OK
だけ、送るんですよね。なのでできるだけ早くメッセージを送るためにもう短い「あ」とか「OK」だけ送るっていうのも、多分 Z 世代のメッセージの特徴かなと思います。逆に Z 世代の人が送るメッセージが長かったら多分その相手の人はまだあんまり仲が良くない人っていうイメージもあるらしいんですよ。で僕もそう思いますね。その仲が良くない人だけ長いメッセージとか、仲が良くない人にだけ、絵文字使う人も結構多いらしいですね。例えばそのインスタで可愛いネイルを見て、でそのネイリストに DM する時とか、そのネイリストは知らない人ですから、長いメッセージになりますよね。絵文字使ったりね。とか学校で会った友達に初めてメッセージする時も長くなる、長いメッセージを送る、Z 世代の人が多いみたいです。僕もそうしますね。で次 Z 世代のメッセージの特徴2つ目は、カタカナとか漢字を使わないっていうことですね。これはちょっと結構テクニカルな話になると思うんですけど、そのカタカナとか漢字を使わない人が多いんですよ。つまりメッセージがほとんどひらがなだけになるっていうことですね。そのカタカナとか漢字を、絶対に使わないわけじゃないんですけど、でもなんか Z 世代とか若い人の方が、ひらがなだけ使う傾向があるような気がしますね。例えば有名なスラングで「やばい」とか「マジで」とかありますよね。で最初このスラングが作られた時はカタカナがよく使われてたんですけど、最近はもうみんなひらがなを使うと思いますね。みんなじゃないですけどほとんどの Z 世代の人は、ひらがなで「マジで」とか「やばい」を使う傾向があると思います。逆にカタカナを使って、やばい」とか「マジで」っていうメッセージを見たらなんかちょっと Z 世代より年上の世代かなっていう、雰囲気があると思いますね。で多分理由はさっきと同じだと思うんですけど、長いメッセージとか、時間をかけたメッセージはちょっとダサいかっこ悪いっていうイメージがあるからかもしれないですね。僕もはっきりした理由はわからないんですけど、そういう Z 世代の人が多いっていうことですね。少し前のおじさん構文っていうエピソードでも話したんですけど、やっぱりメッセージが長いのはちょっとおじさんっぽい、イメージがあるんですよね。結局、短くて簡単なメッセージにするのがおすすめというか Z 世代っぽいっていうことですね。で最後 Z 世代のメッセージの特徴の3つ目なんですけど、改行が少ないっていうことですね。改行っていうのは、メッセージを送る時に、ちょっとメッセージが長くなったら次の行に行きますよね。でそれを改行っていうんですけど、これも結局は、1つ目のポイントで話した、長いメッセージを Z 世代は長いメッセージをしないっていうことと、同じポイントなんですけど、 Z 世代の人はメッセージが長くなる前に、送るんですね。メッセージが長くなりそうな時は、いくつかのメッセージに分けて送るっていうことを Z 世代の人はするらしいですね。ちょっと例を見せるために準備してきたのでそれを見せようと思うんですけど、まず最初が、おじさんのメッセージですね。おじさんの LINE かな。おはよう流星ちゃん、昨日はちゃんと寝られたかな。そういえば、この前素敵なカフェを見つけたんだ。今度流星ちゃんと行きたいな。今日もお仕事頑張って。こんな感じでその、全部ね自分の言いたいことを全部一つの、メッセージの中に入れて送る。これよくおじさんがよくするメッセージの方法なんですけど、で次が、Z 世代の人のメッセージは、本当に短いこんな感じですね。おはよう、昨日寝れた、てかこの前いいカフェ見つけたから行こうですね。で、お仕事頑張ってとか言わない、いらないですね。本当に必要なことだけ友達に質問したり、言ったりするっていうことですね。このおじさんのメッセージと
Z 世代のメッセージ比べたら、全然違いますよね。その Z 世代の方がこのぐらい短くて、そのメッセージを分けて送るっていうことですね。それと絵文字とか、カタカナとか漢字はあんまり使わない人が多いみたいですね。でも僕はこのメッセージよりもっと早い方法を使ってるんですよ。前も言ったことがあるんですけど、僕は音声入力っていう方法でいつもメッセージするので、なのでこの Z 世代のメッセージよりもっと早く、メッセージできるんですよね。ちょっと見せましょうか。おはよう。昨日寝れた？てかこの前いいカフェ見つけたから行こう。うん。こんな感じで声でタイピングするので、ちょっと漢字も入っちゃうんですけど、僕は Z 世代の、メッセージのスタイルとかあんまり気にしないので、何でもいいと思ってこのまま送っちゃうんですね。今この Z 世代のメッセージの特徴っていうことについてまた3つのポイントについて話したんですけど、結局、ポイントは、簡単にその早い時間でメッセージを送るっていうのがポイントだと思いますね。その長いメッセージはダサいっていうのはみんな思ってると思うんですよね。っていうのも最近は本当にインターネット使わない日はないと思いますし、一日のほとんどをインターネット使うっていう人が多いと思うんですよ。その YouTube とか TikTok、Instagram、X、いろいろありますけど、そういうものをインターネットでいろいろ見てるから、そのメッセージにあんまり時間がかけられないから、なんかできるだけめっちゃ一番簡単な方法を使ってメッセージを送るっていうのが、Z 世代のメッセージの特徴ですね。そんな感じで今日は Z 世代がメッセージする時の、特徴についてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。